こんにちは。東北キリタンです。チェスタクティクス解説4回目は始まるのです。リーチェスのタクティクス問題で白先手の局面です。動画を止めて、まずご自身で考えてみてください。それでは解説に入ります。まず、ボード全体の駒配置をざっと見ます。次に、手がかりを探します。私が気づいた手がかりは、E ファイルに並んだ白と黒の駒。ナイト E5 が動いた後、黒の2つのルークによる攻撃に気をつけたい。ナイト F3 チェックとすると、黒はナイトを失うが、白のキングとクイーンにフォークがかかる形ではある。黒クイーンが H3 を攻撃している。白はビショップ H6 とできるが、有効な感じはしない。はじめに気づいたことは、これぐらいです。続いて、チェック、キャプチャー、スレッドの手を確認していきます。白が初手にチェックできる手はありません。初手に駒を取る手は、ビショップ、テイクス、A6 ですが、無効なのがすぐわかります。よって、スレッドの手を考えていきます。スレッドで良さそうな手が浮かばないとき、私は駒をとりあえず動かしてみます。動かしてみると言っても、頭の中で駒を動かしてみる、ということです。まず、クイーンを動かせるすべての場所に動かしてみます。この時、ポイントとしては、途中で良さそうな手が見つかっても、そこで、その後の変化を考えず、クイーンを動かす手をすべて確認します。それぞれの動きを素早く確認しておいて、良さそうな候補手があれば、後でまた考えるようにします。さて、クイーンを動かして、良さそうな候補手はなかったため、今度はルークを動かしてみます。ルークを動かす手も、良い手は見つかりませんでした。次に、ビショップを動かしてみます。ビショップを動かす手も、良い手がありません。実際に、それぞれのピースを動かしてみたことで、ピースを動かす手は良い手がない、ということが分かりました。ピースがダメだったので、ポーンを動かす手を考えます。ここで、やっと、初手 F4 に気づきました。他に、ポーンを動かす良い手はなさそうです。もし、この局面が、自分のゲームの途中で現れたなら、ポーン F4 とする手に気づきやすいでしょうが、この局面を初めて見た場合は、ポーン F4 に気づきづらいと思います。ピースの動きに意識が向きやすいからです。初手 F4 とすると、黒のナイトは、どこに動いても取られてしまいますが、ナイトが動くことで、ディスカバードアタックになるため、白は、不利を招かないか、確認する必要があります。初手 F4 に対し、ナイト E5 が動いた場合の変化を考えるのはもちろんですが、黒は、ナイト E5 を動かさない応手がないか、
考えるのも大事だと思います。そのように考える習慣をつけることで、相手の応手をよく考えられるようになります。まずは、黒がナイト E5 を動かした場合を考えてみましょう。黒のナイトはどこに動いてもナイトを失います。ポーンが F4 に進んだことにより、ビショップ E3 の守りが気になりますが、大丈夫そうです。黒はナイトを動かす以外に良い手はあるでしょうか。CBR ブロックで考えてみます。カウンターアタックで良い手は見当たりません。駒を直接守るようなダイレクトディフェンスは F6 ですが、ナイトは失います。ナイトを動かす手がランアウェイです。ブロックする手もありません。CBR ブロックをすべて確認する必要はないかもしれませんが、すべて確認するのも悪くありません。以上により、黒の良い応手は見つかりませんでした。この問題は F4、クイーン、F5、F、テイクス、E5 で正解ということでした。今回は、良い手が浮かばなかった場合、とりあえず、駒を動かせるすべての場所に動かしてみるということがポイントでした。もちろん、頭の中で駒を動かすことです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。